前回までの動画で在庫を持つことのメリット、デメリット、および材料、仕掛かり品、完成品のどの段階で在庫を持つかについて解説してきました。今回の動画では前回の動画の内容で考えた理想的な在庫状況とは別に、実際今現在の在庫状況はどのようになっているのかを一覧で確認するための方法を解説します。前回の動画にて、在庫はどんな状態で持っておくべきなのかは、様々なことを考慮して、総合判断する必要があることを解説しました。しかし、今現在の会社の在庫状況がどうなっているのかわからないと動き出すことはできません。そこで、今回の動画では、現状分析に役立つ考え方を解説していきます。工場内には多種多様な部材や製品の在庫があります。ここでは在庫金額と在庫回転期間で在庫を区分けする方法について解説します。在庫回転期間についてあまり馴染みのない方もいらっしゃると思いますので説明します。在庫回転期間を一言で言うと、各部品や完成品について在庫がどれくらいの期間でなくなるかということです。例えば、ある製品 A について在庫金額が100万円、1年間の売上原価が200万円とします。この時、在庫回転期間は100万円割る200万円で 0.5 年になります。つまり、現在ある在庫は半年で売れる分の在庫であるということがわかります。改めて、在庫回転期間の計算式を見てみると、在庫金額割る売上原価で計算されます。在庫金額割る売上高で計算する方法、つまり売上原価ではなく売上高で計算する方法もありますが、結論から言いますと原理上あまり正しくないです。と言いますのも、在庫金額は材料費や製造費などのコストで構成されているのに対し、売上高には原価に加えて利益が追加されているからです。ここで応用問題として製品の在庫回転期間と部品の在庫回転期間を比較してみましょう。製品 A についての在庫回転期間は先ほどと同様とします。部品 B についての在庫回転期間につきまして、在庫金額は50万円、1年間の製造原価は100万円とします。この時、部品 B の在庫回転期間は50万円割る100万円で 0.5 年となります。ここで在庫回転期間の計算式を見比べてみましょう。製品 A の時の計算式は、在庫金額割る売上原価であったのに対し、部品 B の計算式は、在庫金額割る製造原価となります。ここでの注意点は、部品を製品、つまり最終完成品の原価で計算すると、誤った数値となることです。今の例で言いますと、部品の在庫金額50万円割る製品の原価、つまり売上原価200万円を計算すると 0.25 年となりますが、これは誤りとなります。さて、在庫の区分けの話に戻ります。この表では、縦軸に在庫回転期間、横軸に在庫金額を配置しています。在庫回転期間は1ヶ月未満、3ヶ月未満、6ヶ月未満、12ヶ月未満、24ヶ月未満、24ヶ月以上としています。また、在庫金額は50万円未満、100万円未満、150万円未満、200万円未満、200万円以上としています。これらの数値は各会社ごとに自由に書いていただいて構いません。このようにして作った表の各欄に何種類の材料、部品、製品が入るのかを記入していきます。今、例えば表にこのように数値を記入できたとします。
例えば、在庫回転期間が1ヶ月未満、かつ在庫金額が50万円未満の在庫は10種類といった感じです。このような一覧表を作った後、一番右下に数値が記入してある箇所に注目します。今回の場合、在庫回転期間が24ヶ月未満、かつ在庫金額が200万円以上の欄です。金額が多く、長期間滞留している在庫には注意が必要です。一般的に在庫金額が大きく、かつ在庫回転期間が長い在庫に対して対応する優先度は高いです。私たちの持っている時間には限りがありますから、取り組んで改善効果が高い部分から着手することが大事となります。在庫回転期間について補足します。在庫回転期間の計算式は、先ほどお話ししたように、製品の場合は在庫金額割る売上原価、部品の場合は在庫金額割る製造原価となります。しかし、工場の現場では、売上原価や製造原価の金額を把握しづらい場合もあるかと思います。そこで、在庫回転期間の代わりに、最終使用日または最終出荷日から現在までの年数を用いる方法で代用することができます。例えばこのような在庫金額と最終使用日から現在までの日数の一覧表を作成すると、1年以上使用されていない材料、部品、完成品は下の段に記入されます。このことで、市蔵在庫の把握が容易に可能となります。今回の動画のまとめとしまして、在庫管理の改善活動をどこから手をつけたらいいのかわからないといった状況のとき、今回紹介した一覧表によって現状分析することが可能です。現状分析ができた後は優先順位をつけて改善を実施していきます。今回の動画では、部材ごとの在庫金額、在庫回転期間の一覧表での管理方法を解説しました。すべての在庫を一つの表にまとめて相対化させることで、改善のための優先順位が分かりやすくなります。さて、改善活動をするべき在庫の優先順位が分かったとしても、具体的にどのような取り組みをすればいいのでしょうか。次の動画では、具体的な改善活動の一つとして、部材の共通化について解説していきます。次の動画もぜひご覧ください。